あなたの人生は、あなたがしてきた無数の選択の結果です。もし、人生の方向性に少しでも疑問を感じるなら、今日から新しい選択をしよう。それが、新しい人生を築く出発点となります。新しい人生で出会うのは、あなたが抑え込んできた、あなた自身のいくつもの可能性、あなたがなり得る最高のあなたです。幸せになるのはいいことだと思っていますか？世の中には2種類の人が存在します。一方は幸せになるのはいいことだと考える人。もう一方は人生は辛くて苦しみに満ちていると考える人です。前者は幸せな人生を送り、後者は辛く苦しみに満ちた人生を送ります。幸せな人はチャンスに目を向けますが、不幸せな人は障害に目を向けます。幸せな人はどうすればこの状況からいいことを見つけられるかと考えますが、不幸せな人はなぜこの私がこんな目に遭わなければならないのだと口をこぼします。幸せな人はおおらかで柔軟性がありますから、人生の様々な問題にうまく適応してピンチを乗り切ることができます。不幸せな人はせっかく素晴らしいことが起きていても、常に最悪の事態になることを予想する癖がついているので、そのチャンスを生かすことができません。ではどうして不幸せな人は幸せな人のように考えようとはしないのでしょうか？不幸せな人には幸せな人がなぜ幸せでいられるのか理解できないからです。幸せな人は陽気な振る舞いをすることが多いので、不幸せな人からすると能天気で人生の辛く厳しい現実から目を背けているようにしか見えないのです。でも、ちょっと考えればわかるでしょう。幸せでいるのは不幸せでいるよりもはるかにいいことです。そして、そのために最初に必要なことはただ一つ。幸せになるのはいいことだと考えることです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、あなたがなり得る最高のあなたになる方法という本をご紹介します。私たちはもともと一人一人が様々な能力を発揮し、素晴らしい人生を送ることができるようになっているはずなんです。だけど、残念ながら、いつの頃からか心に宿る、どうせ自分なんか、無理に決まってるでしょ。やったって無駄という否定的な思い込みにより、その能力が未開発のままになっているというのです。そんな私たちがこれまでと違う選択肢を選べるようになり、あなたがなり得る最高のあなたになる方法を教えてくれるのが本書なんです。著者のジェリー・ミンチントンは長年にわたり経営者としてビジネスに携わるうちに、人が自尊心を高め、自らの価値を確信することが人生における成功や幸福に直結するということに気づき、自尊心に関する研究を行い、多くの著書が出版されています。本チャンネルでも、うまくいっている人の考え方、心の持ち方という本をご紹介させていただいております。まず、このシンプルだけど明るい未来を感じさせる想定、とっても気になりました。こういうシンプルなデザインも好きなんですよね。ジャケ買いです。内容も全2冊と同様にとても納得感のあるもの、かつ方法の数もとても多いので、いろいろな悩みを解決してくれる本となっております。本動画ではこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。幸せな生き方を選ぶ人と不幸な生き方を選ぶ人。ほとんどの人は幸せの度合いはお金や所有物、ルックスに大きく左右されると思い込んでいます。けれども、よく考えてみれば、必ずしもそうではないことに気づくはずです。みんなが羨む高価なものを自由に買えるお金持ちや、誰をも虜にしてしまうような容姿に恵まれた人が、必ずしも幸せな人生を送っているわけではないでしょう。それどころか、心の内側は惨めで、心配ばかりしている人が少なくありません。では、人を幸せにするものとは何でしょうか？それは
人を不幸せにするものと同じ、その人の心の中の思いです。不幸せになるのは簡単です。生活の中の嫌なことばかりずっと考えていればいいのです。幸せになるのも同じです。生活の中のいいことばかりずっと考えていればいい。単純なことです。私が不幸なのは嫌なことばかり起こるからだと言いたくなるかもしれません。でも、誰でも毎日いいこともあれば悪いこともあります。幸せな生き方を選んだからといって楽しいことばかりが起こるわけではありません。けれども、幸せな生き方を選んだ人は毎日いいことを探し求め、それを見つけます。反対に不幸せな生き方を選んだ人は毎日悪いことを探し求め、それを見つけます。ただ、それだけのことです。ヘレン・ケラーが言っています。顔を太陽に向けましょう。そうすれば影を見ることはできません。まだ信じられない？それなら毎日いい出来事を5つ以上探してみましょう。1週間続けたらそれが本当のことであることがわかると思います。内なる称賛者を育てる方法。内なる批判者から自分を守る最高の方法は、自分を肯定してくれる内なる称賛者を持つことです。どちらも心の中の存在ですが、内なる称賛者はあなたを支え、励まし、勇気づけることを言ってくれます。ほんの少しの時間と筆記具と紙があれば、内なる称賛者を持つことができます。まず、紙の上に通し番号を打ち、それぞれの横に自分がうまくできたことを書いてください。少しリラックスし、子供時代の幸せな記憶をたどり、周囲の人に言われたポジティブな言葉を思い出します。とても頭がいいね。絵がうまいな。優しいんだね。これまであなたは様々な褒め言葉をかけられてきたはずです。信じられない？だったら今すぐ、些細なものから大きなものまで、すべて紙の上に書き出してみましょう。自分がこれまでどれほど多くの褒め言葉をかけられてきたかに驚くに違いありません。このエクササイズを続けていくと、自分がかけられてきた褒め言葉がどんどん思い出されてくるものです。ある程度数が集まったら、その時の状況を心に描きながら、声に出して読んでみましょう。さらに、最近言われたこと、今日言われたことも書き留めて、あなたの褒め言葉のリストに加えていきましょう。実際、うまくいっている人、いつも自信に満ちているように見える人は、無意識のうちにこの作業を行っているのです。あら、私ってすごいじゃん。笑顔が最高だよってね。調子の悪い日や疲れている日、がっかりしている日など、私たちの日常には自分にかけられたネガティブな言葉を思い出すことがあまりにも多いものです。そんな時こそ、内なる称賛者の励ましの言葉があなたを元気づけてくれるでしょう。人からどう思われるかよりも大切なこと。人からどう思われるか考えてごらんなさい。私たちはこの言葉を大人たちから何度も言われ続けてきました。感受性の豊かな子供時代、その教えは強く脳裏に焼き付けられ、そうして私たちは皆、周囲の目を気にする大人へと成長してきました。でも、人がどう思うか、言い換えれば人に認めてもらうということは、それほど大切なことなのでしょうか。ここで、いくつか原則を挙げておきましょう。自分にとって大切な人にだけ承認してもらえればいい。極端に言えば、生活に支障をきたさない限り、それ以外の人に承認してもらう必要はないはずです。人に認められないからといって、あなたの価値が下がるわけではありません。誰からも好かれる必要はないし、いずれにしてもそれは不可能です。どれだけ努力しても、好いてくれない人は必ず現れます。そして当然のことながら、たとえあなたのことが好きでない人がいても、あなたは快適に生きていけるのです。あなたもすべての人を好きになる必要はありません。世の中には実にいろいろな人がいて、その中にはあなたが好きになるだけの価値がない人もいるのです。自分の気分を人任せにしてはいけません。
人に承認してもらって初めて気分よく生きていけるとすると、人の顔色ばかり伺わなければならなくなります。人に認めてもらおうとするのではなく、自分で自分を認めること。その方がずっと大切です。あなたが最も必要としているのは、あなた自身による承認なんです。人を褒める人が手にするもの。時折誰かに褒めてもらうことは、自尊心を維持する上で不可欠だ。これはマーク・トゥエインの言葉です。さらに次のようにも言っています。今まで何度も褒めてもらったが、もっともっと褒めてほしい。実際、世の中のすべての人が愛に飢え、周囲からの自分に対する低い評価に傷つき、十分に称賛されないことで悩んでいます。あなただけではありません。では、もしみんながそうであるならば、この状況を改善するために、私たち一人一人にできることとは何でしょうか？それは、相手を褒めることです。人は皆褒められることが好きです。褒められることは自分は正しいことをしたという確信につながります。褒められる機会があまりにも少ないのですから、私たちはその埋め合わせをすべきなのです。実はこの恩恵を受けるのは褒められる人だけではありません。意外に思うかもしれませんが、同時に褒める人自身も恩恵を受けます。褒め言葉には、あなたは価値のある存在だというメッセージが込められています。人は評価され、称賛され、愛されることを好みますから、褒めてくれる人に好意を寄せます。褒められた人は褒めてくれた人を慕うようになるのです。褒めると言っても、大げさな褒め言葉は必要ありません。上辺だけの気持ちで褒めるのもいけません。いずれもむしろ有害です。また、見返りを期待してもいけません。そんな褒め言葉には何の価値もありません。褒めると言っても、優しい言葉や簡単なお礼で十分なのです。それが真心を込めて誠実な気持ちで発せられるものであれば、褒め言葉は太陽の光のようなものです。褒められた人はその温かさに感動し、いい気分になります。寛大な気持ちで人を褒める。ただそれだけのことで、あなたは世界を明るく照らすことができるのです。本当は一緒にいたくない人と無理して一緒にいませんか？誰しも周りの人との関係が友情と愛情に満ち、心の支えになることを期待しています。けれども、そんな願いとは裏腹に、周囲の人と付き合うことが緊張や欲求不満の最大の原因となっていることも少なくありません。実際、人間関係こそが私たちの人生の質を決定すると言っても過言ではないでしょう。ポジティブな人間関係が私たちの心の励みとなり、明日の元気になるのに対し、ネガティブな人間関係は苦痛と不安の原因となり、明日への意欲を失わせます。人間関係がうまくいかないと、私たちはそれを自分の人としての魅力や性格のせいだと思って自分を責めてしまったり、あるいはどんなにひどい関係でも全く孤立してしまうよりはマシだからと、だらだらと非生産的な関係を続けてしまったりするものです。それは誰からも嫌われないようにしなければならないという誤った思い込みのせいです。けれども、ネガティブな人間関係のこうした害のことを考えれば、その思い込みよりも優先させるべきものがあることがわかるでしょう。自分の気持ちに反してまで全ての人とうまくやっていく必要はありません。あなたにとって害のある関係は解消してもいいのです。少なくとも付き合いの度合いを軽減する方法を探すべきです。周囲の人たちの名前をリストアップし、その一人一人について次の2つのことを自問してみましょう。1、その人といるとどんな気分ですか？愉快、不愉快、普通のどれかで答えてください。2、その人の人間性を知った上で、もし最初からやり直せるとしたら、その人との関係を築きたいと思いますか？イエスかノーで答えてください。この両方の質問に、不愉快、ノーと記入した相手と付き合い続ける必要はありません。
関係を解消してしまっていいのです。もちろん、たとえそういう相手でも、様々な理由で関係を維持していかなければならないこともあるでしょう。その場合は、その人とできるだけ距離を置くことです。どうしても許せない人はいますか？その人の幸せを祈れますか？意外に思うかもしれませんが、人を許すというのは利他的ではなくて利己的な行為です。相手を許すことによって恩恵を受けるのは実は相手ではなくあなた自身です。なぜなら問題を引きずっているのは相手ではなくあなた自身なのですから。あなたを傷つけた人がそれを悔やんで辛い人生を送っていると思いますか？もちろん中にはそういう人もいるでしょう。けれどもそんなことには思いも馳せずに楽しく生きている可能性の方がずっと高いと思います。その一方であなたはずっと心にしこりを抱え、相手を恨み、苦しみながら生きている。あまりにも理不尽なことだと思いませんか？相手を許しましょう。そこで癒されるのはあなたの心の傷だけではありません。体にも確実にいい影響を与えます。私たちの体を外敵から守っている免疫機能を低下させる3つの感情、怒り、恨み、憎しみから解放されるのですから。その人を許しましょう。たとえその人があなたにどんなにひどいことをしたのだとしても。では、あなたがその人を許したとして、その相手からどんな反応を期待したらいいでしょう。基本的にどんな反応も期待すべきではありません。相手も謝罪し、わだかまりが消え、心を通わせる。美しい展開ですが、現実にはそんな風にはいかないことがほとんどです。でも、それでもいいのです。相手を許すことによってあなたが手にするのは、相手からの謝罪ではありません。もっと素晴らしいもの。あなた自身の心の自由と健康な体です。許したつもりでいてもわだかまりが消えない。本当に自分はその人を許しているのだろうか。そんな時は相手の幸せを心から願ってみてください。どうですか？できますか？どこかで相手が失敗したり、報いを受けたりすることを期待してはいませんか？相手を決して許さず復讐を誓うこともできますが、そんなことをしてもあなた自身の苦しみは増しこそすれ、なくなることはないでしょう。許すこととは、あなたの過去と未来を結ぶ橋です。それを渡らない限り、あなたには明るい未来を切り開くことはできません。人生の授業で教訓を学ぶ。この世界を数十億人が暮らす惑星と考えるのではなく、数十億人の教師がひしめく巨大な教室だと考えましょう。この豊富な教師陣の中の多くの人から、私たちは日頃個人授業を受けているのです。ただし、その人たちは普通の人として私たちの前に現れます。多くの授業はネガティブな意味合いを持っているため、私たちはその人たちを教師としてではなく、問題を起こす人と捉えがちです。実際、その授業は、あなたを悩ます問題という形式をとって行われます。では、あなたがこの教師たちから学ぶことができるのは何でしょうか？それは世の中のあらゆることです。人間関係について教えてくれる人もいれば、恋愛について教えてくれる人もいます。忍耐力の大切さについて教えてくれる人もいれば、罪悪感について教えてくれる人もいます。楽しい授業もあれば、激痛を伴う授業もあります。当然、ほとんどの人は自分が何かを教えてもらっているとは思っていません。それどころか、ただただ被害を受けたと不運を嘆くだけです。でも、どんな内容でも、どんなきっかけがあったにしろ、その授業を受けるということは、あなたに学ぶ必要があったということです。被害を受けただけで何も教わらなかったと思うなら、それは危険です。そよ風のような静かな授業もあれば、落雷のように激しい授業もあります。すぐに理解できる授業もあれば、理解に苦しむ授業もあります。いずれにせよ、その授業から教訓を学ばなければ、あなたがそれを学ぶまで、その授業は形を変えて
何度も繰り返されることになります。誰かと一緒にいるとき、自分がその人から何を学ぶことができるか考えてみましょう。私たちはどんな人からも学ぶことができます。どんな人からも謙虚な姿勢で教訓を学ばなければいけません。そうすることによってあなたは成長し、豊かな人生を送ることができます。自分一人でいろいろと悩んでいても、その悩みはぐるぐると回って何も解決されないことの方が多いかもしれません。そんな時に自分が思いもよらない観点でアプローチしてくれて、新しい考えをくれる一冊になっています。あなたがなり得る最高のあなたになる方法。自分がなり得る最高の自分に今なっているだろうか。皆さん、ご自身に問いかけてみてください。いかがですか？自分がなり得る最高の自分になっていると思いますか？少しでもどうだろうと思った方は、本書を読んでみると、心のモヤモヤと窮屈にさせてきた壁を取り払って、自分らしく自由に生きるきっかけになるかもしれませんよ。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。